皆さんこんにちは。今日は8月歌舞伎座初日に来ました。第3部やじきたリターンズを見ます。鎌倉殿の13人で文学をやった猿之助さんの開演がまた見られるでしょうか。やはり初日は着物の方が多くて華やかですね。それでは行ってみましょう。レッツゴー。今やじきたリターンズの序幕が終わりました。8月から歌舞伎座には観客をフルで入れてるんで、いやもう幕が開いた時の拍手の大きさ、轟くような大きさがやはりいいですね。そして最後は本水の場面でしたけども、本水流れ落ちる滝のような水、一番前に座っている人たちはこうやってみんな水を避けながら見ていました。迫力あるシーンでした。ストーリーは正直言ってたわいのない笑える舞台です。見る前に知っておいた方がいいこと、まず各それぞれの場面が歌舞伎の古典演目のパロディになってるんで、そこも意識するとより深く楽しめるかもしれません。第1場面目、これは完全に瞬間です。私もお能でも見ましたけども、ただ瞬間が登る岩の上にはなんと離れ小島でヤシの木が埋まっていて、最初はヤシガニも出てきました。笑える場面です。そこでジョニー・ディップならぬジョニー・テープとヤジさん、北さん、幸四郎さん、猿之助さんが戦うという話でした。最後はその戦いの中でエビが出てきたりタコが出てきたりということで楽しめました。2番目はこれは夏祭りなにわ鏡、先月見ましたけども、その舞台を使ってます。上結床というところの前で、美しい染五郎さんがキリシタンの、ザビエルの娘という設定で、出てきました。顔が非常に整っておりますね。娘狙う掛の城の亀蔵さんがいい味を出してます。いかにも悪いというふてぶてしい役で、でもうまく矢地さん、北さんがその亀蔵から娘を引き離して江戸に向かいます。3番目、これは四谷怪談をパロディにしていると思います。博打打ちの親父さんを持つ團子さん演じる娘を救うという話です。猿之助さんもお得意の怪談の幽霊役をやっていました。古典歌舞伎を知っているとより楽しめるという工夫がされていると思います。スカッと楽しめる、そして納涼歌舞伎らしい水を使ったスペクタクルな歌舞伎でした。後半が楽しみです。それでは行ってみましょう。レッツゴー。今やじきたリターンズの大詰めが終わりました。いや昔父親が見ていた藤山甘美の松竹新喜劇のようですけども、すごく豪華な笑い、豪華な仕掛けを使った壮大な笑いという感じがしました。大詰めは大きく前半と後半に分かれてました。まず前半、これは今までのやじきたこの幸四郎さんとそして猿之助さんの眉毛がちょっと笑わせるこのやじきたシリーズの延長です。そして、私の住んでる近くの、江ノ島を舞台にしました江ノ島
の、家族商店、何が家族商店かなと思ったら、ファミリーマートのことでした。そこを色からすごく再現していました。そこに染五郎の演じるボンタロウ、そしてオリビア、そしてダンコの演じる清太郎とお夏、この2人の早変わり全部でおそらく10回以上、12回ぐらいしていると思います。娘姿と、若い侍姿、これを何度も本当見事に早変わりを見てるだけでも楽しかったです。そしてよく考えてるなと思うのは、それと女性のチームで、これは慎吾さんがすごかったですけども、そのチームの対決をすると、暴走族同士のチーム対決というのがあるんですけども、それを何で決めるかというので、踊りで評価しようと、踊りで決めようというのがよくできていると思いました。そこからまさに軍部の始まりです。軍部の対決なんで、男性陣、染五郎さん、團子さんを中心とする男性陣、そして慎吾さんを中心とする女性陣の舞、素晴らしかったです。いや、染五郎さんイケメンというだけじゃなくて、腕が長いんですよね。そしてすごい踊りのキレがあるのが分かりました。見ててこの若い踊り、非常にワクワクしました。そして、女方の慎吾さん、いや綺麗だし、でも踊りもうまかったです。いや素晴らしい、見事になる軍部でした。家族商店の店長の寿円さん、市川寿円さん、おそらく93歳かなと思うんですけども、寿円さんが判定役だと。で最後に判定するときに、いや俺はみんなのおじいさんお父さん、みんないろんな演技を見てきたと、まだまだだと、精進せよと言って、なんと宙乗りで消えてきました。驚きです。そして後半、これは疫病で歌舞伎座が売られるかもしれないと、歌舞伎座が傾いているという話、それを救おうという話でした。でオークションに歌舞伎座をかけるということで、そこでオークションにかかるもの、まず宙乗りの権利そして、歌舞伎座の提灯、提灯も驚きの仕掛けがありました。そして、最後は歌舞伎座そのものなんですけども、それはヤジさんが持っていた宝、そして歌舞伎座にあった宝が合わさって、なんと天照大神、恵宮さんが出てきました。そして歌舞伎座は救われると。最後にヤジ北、そしてボンタロウ正之助の4人で宙乗りで楽しく4人で天にニコニコと舞ってきました。歌舞伎座復活万歳というふんどしも見えたような気がします。そういう意味で言うと、先日実はテレビ東京のカンブリア宮殿に松竹の坂本社長も出てました。この歌舞伎座復活劇、歌舞伎座のコロナからの復活劇というのに、もしかするとカンブリア宮殿も一つのあやになっていたのかなというふうに思うと、ものすごい仕掛けだと思います。ただまさに、今日初日でしたけども、今日から満席で入れるということで、本当歌舞伎座復活ということを掛け合わせた壮大な笑いの劇でした。今月もこの後別の日ですけども、第1部と第2部を見て、そしてどれが一番かというお話もお届けします。いいねやチャンネル登録してあげると、皆様のおすすめに出てきますんで、ぜひお願いします。これからも歌舞伎をはじめとしていろんな芸能和のエンタメをお届けします。それでは今日は8月の歌舞伎座初日第3部やじきたリターンズをお届けしました。それではまた一緒に和の旅を続けましょう。